おはようございます。本日11日目、外は晴れていて気持ちのいい朝です。今日は雨予報の心配はなさそうです。さて、本日の予定ですが、知立宿を出発し、鳴海宿、宮宿を経て最終的に桑名宿まで向かいます。なお宮宿から桑名宿へは現代は七里の渡しがないため電車で移動しますが、その道中で愛知県一宮市にある増田神社に立ち寄る予定です。ここには以前授かったお守りを返納する目的となります。この徒歩旅を決めた際に返納しに行くことを決めました。知立宿は現在の愛知県知立市に位置し、日本橋から約330キロ離れた39番目の宿場町となります。ホテルの近くが旧東海道なので、そこから本日の旅を再開します。まずは近くにある本陣跡に向かいたいと思います。さて、ここから見えるのは先ほどまで宿泊していたホテルとなります。そして振り返ったところには本陣跡があります。知立宿には本陣1軒、脇本陣も1軒が設けられていました。本陣は敷地が3000坪で建坪が300坪との広大な面積を有していたそうです。明治天皇の石碑が同じ場所に立っています。本陣跡から数分歩いてきたところに知立古城跡があります。知立神社の神官長見氏が城主を兼ねていたとその家譜あります。桶狭間の合戦後に織田軍により落城しました。後に刈谷城主水野忠重が小屋方を建て、将軍の上洛などで休憩所とされました。元禄期の地震で倒壊したと言われています。江戸時代では知立の方が多く使われたようです。昔から馬市や木綿市が開かれた土地で、江戸時代には東海道の宿場としてにぎわいました。近くに鯉や船の多く住む池があったので、その名になったと言われています。ここは大火によって何度も焼けており、昔の宿場の雰囲気を伝えるようなものが残っていません。現在の地名では知立と書きます。すでに旧東海道を5キロほど歩いてきました。まもなくあの一里塚が見えてきます。ここは日本橋から86里目の一里塚です。この時期はちょうど桜も咲いており、塚の景観をより華やかに彩っていました。一里塚は道を挟んで最有両側にありますが、当日はそれに気づきませんでした。写真を見返すとどうやら反対側の塚の前から撮っていたようです。後で気づきました。国道1号の千人塚団地入り口交差点を歩道橋で渡り右折します。右折後の道は緩やかな坂道となっていますが、少し距離はあります。目の前の左へ曲がるカーブから勾配はきつくなります。カーブした先ですぐに右折となりますが、右折後はさらに勾配はきつい上り坂となります。そしてようやくして上りきったところが千人塚となります。交差点からここまでの道のりの上り坂もかなりしんどいです。ここ千人塚は桶狭間の戦いで戦死した約2500人を供養するために築かれた塚となります。450年以上経った今でも草原寺の住職によって供養が続けられているそうです。ここの場所は高台の上に立っているようで、千人塚から周囲はこのような眺めとなっています。千人塚から1時間ほど歩いてきたところに桶狭間神明社があります。ここまでの道の間にも一山越えた感のあった上り坂を歩きました。この辺りは住宅街となってはいますが、起伏の激しい場所に立っているように感じます。桶狭間神明社は桶狭間古戦場公園の南側に鎮座する神社です。この神社は桶狭間の戦いの際に今川軍の先発隊として布陣した家臣瀬名氏俊が戦勝祈願を行ったことで知られています。祈願の際に奉納された酒桶は現在も神社の宝として大切に保存されているそうです。戦には敗れましたが、瀬名氏俊は生き延び、そのと瀬名家は徳川家の下で旗本となり繁栄していることからご利益があったのではないでしょうか。ご祭神は天照大神で、江戸時代には尾張四代藩主徳川義道が知多巡行の際に訪れ、杉の苗木を植樹しています。現在も神木として残っています。吉通りの時代には社殿の大造営も行われ、神楽殿などが整備されました。また明治期の市村一社政策により桶狭間周辺の複数の神社がこの神社に合祀され、本殿の左右には多くの境内社が並んでいます。歴史と信仰の趣が深く感じられる神社です。ここは桶狭間古戦場公園田楽坪となります。この一帯は桶狭間の戦い1560年の主戦場だったと言われている場所となります。
田楽壺は新朝後期などの資料から織田軍に追い詰められ討ち取られた今川義元最後の地と言われています。桶狭間の戦いを簡単に説明すると、戦国時代には全国統一を目指し名だたる大名たちがしのぎを削っていました。駿河の今川義元は2万5千の軍勢を率いて尾張への侵攻を開始します。1560年永禄3年5月12日駿府を出発し、18日には沓掛城に入りました。一方、織田信長は19日未明にわずか6機で清洲城を出陣します。兵を集めながら熱田神宮で戦勝を祈願し、最終的に約3000の軍勢を整えます。今川軍は砦を攻め落とし本陣を桶狭間の松林に置いて休憩をします。そこへ夕立の混乱に乗じて信長軍が奇襲を仕掛けます。家臣服部小平太が義元に槍を突き立てて毛利信介が首を取ったと伝えられています。わずか2時間で決着がついたこの戦いは歴史を動かす転機となりました。桶狭間山は桶狭間の戦いで今川義元が本陣を構えたとされる重要な地で、織田信長が奇襲を仕掛けた場所でもあります。義元はこの周辺で討ち取られたと伝えられており、現在の桶狭間古戦場公園の近くがその戦場跡とされています。当時の面影はほとんど残っておらず、現在は住宅街の一角に石踏みが建てられているのみですが、本来の陣地はもう少し豊明市寄りの山の上にあったとされています。かつての激戦の舞台は今では静かな街並みに姿を変えています。桶狭間古戦場公園からは徒歩で2分もかからない距離です。ここ鎌形には信長軍が奇襲の機を伺っていた場所です。雷雨の中、中島砦から密かにここへ移動し、雨が止むと同時に攻撃を仕掛けました。彼らが駆け上がった斜面が今目の前に見えています。その後国道1号線に戻り、有松交差点から旧東海道に戻ります。江戸時代の面影を残す街並みが現れます。有松は播磨絞りで知られる町です。広重の東海道53次鳴海宿にも有松の家並みが描かれています。画中に描かれた家はいずれも有松志望を商うお店です。有松は東海道の治安対策として作られた集落で、そこへ武田正九郎が移住し町おこしのために考案したのが有松絞りだと伝えられております。そして有松は絞り染めとともに繁栄しました。有松絞りは主に次の工程を得て仕上がるそうです。最初に柄を蹴って、次に型彫り、型紙の作成、次に絵彫り、型紙を使用して布に模様をすり込む、次にくくり、染めるための布をくくる、くくり方で縫い方、ひだの取り方などによって模様を表現、次に染色、くくった状態の布を染める、次に糸抜き、くくった糸を外す作業、最後に仕上げ、反物としまかれるものと仮縫いして図柄のわかる絵は仕上げ。作業としてはとても細かく繊細であり、ものすごく手間が込められて作られています。そして工程の中のくくり方の技法や染色の仕方によっていろいろな種類の柄を仕上げているようです。そしてこの地域は現在も間口の広い母屋や門庭が数多く見られ、電柱電線のない広々とした空間が往時の面影を伝えています。2016年平成28年には有松の東海道沿い約 7.3 ヘクタールが染色茶室として重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。京川の出入り口に有松一里塚があります。日本橋から87里目の塚となります。支流宿から桶狭間有松までの道のりは戦国の激戦と職人の技が交差する歴史の奥深さを感じられる旅路でした。次は鳴海宿となります。鳴海宿は現在の愛知県名古屋市緑区に位置し、日本橋から約341キロ離れた40番目の宿場町となります。今は旧東海道から少し離れた上り坂の途中の場所に考察場が復元されています。もともとは現在の本町交差点の東北の角に設置されていたそうです。かつては鳴海とも表記され、風光明媚な景勝地として知られていました。現在は海から遠く離れていますが、その名にかつての面影が感じられます。鎌倉時代には鎌倉街道が通り、戦国時代は織田今川両勢力の接触地点で鳴海城が設けられましたが、織田信長の手に渡り廃城となりました。江戸時代から尾張藩の保護を受けて始まった有松鳴海絞りは東海道の名産品として人気を博し、現在も伝統産業として続いています。鳴海宿には本陣は1軒、脇本陣は2軒が設けられていました。
笠寺一里塚は日本橋から88里目の塚です。名古屋市内で唯一現存する旧東海道沿いの一里塚となるみたいです。現在は東側の塚のみが残っており、立派なえのきの木が枝を広げ、塚の形も良好に保存されています。この一里塚を過ぎて緩やかな上り坂の旧道を歩くと、右手に笠寺が見えてきます。笠寺観音隆福寺は名古屋市南区にある真言宗の古刹で、尾張市観音の一つとして知られています。創建は天平5年733年です。お寺には玉章姫伝説が残ります。両親を亡くし下女として暮らしていた娘が雨に濡れた観音像に自分の傘をかぶせたところ、それを見ていた貴族藤原兼平が感動し、娘と結婚。2人は感謝の思いからこの地にお堂を建て、傘をかぶせた観音を祀ったことが隆福寺という寺名の由来とされています。縁結びのご利益がある寺として現在でも多くの人々の信仰を集めています。七里の渡しまで2キロを切ったみたいです。当時の旅人は宮宿から桑名までは船に乗って移動しました。所要時間は5時間前後かかって移動したそうです。遠浅の海のため干潮や満潮によるルートの違い、風の状態などで所要時間が大きく変わりました。また船が苦手だったり天候による遅延などを嫌う人たちは鞘街道を進み、鞘宿から桑名宿に渡る三里の渡りを利用しました。今は昔と違い鉄道によって安全に定刻通り移動することができて大変便利になっています。名鉄常滑線のガードをくぐって見えるのが天満町一里塚です。公園の中に復元されています。日本橋から89里目の塚となります。次は宮宿となります。宮宿は現在の愛知県名古屋市熱田区に位置し、日本橋から約347キロ離れた41番目の宿場町となります。宮の渡公園が見えてきました。時の鐘が最初に視界に入ってきます。久しぶりの海となります。白須賀宿の潮見坂ぶりでしょうか。そしてここが七里の渡しの船着き場となります。当時はここを多くの人が利用されていたのですね。宮とは熱田神宮のことで、宮宿はその門前町となります。桑名への海の玄関口としても栄え、七里の渡しの欠航に備えて旅籠が248軒もあり、東海道で最多の件数となっていました。門前町として多くの参拝客を集めた一方、七里の渡しで桑名宿へ渡る重要な船渡し場として、また徳川御三家の尾張徳川家の御城下、名古屋の表口として栄えました。その繁栄ぶりは東海道随一とも謳われたほどです。名古屋城のある市中は城下町宮は宿場町として発展しました。宮宿には本陣が2軒、脇本陣が1軒設けられていました。時の鐘は1676年延宝4年尾張藩主光友の命により増福寺に時の鐘が設置されました。正確な時刻を知らせるこの鐘は熱田の住民や東海道を旅する人々にとって重要な役割を果たしていました。現在は宮の渡公園の中に復元されています。江戸時代に使用されていた鐘は増福寺に保管されているそうです。七里の渡し場は桑名までの回廊、七里の渡しの船着き場としても栄えていました。1625年寛永2年に建てられた常夜灯は旅行する船の貴重な目標でした。現在は復元されて往時の名残をとどめています。歌川広重による東海道53次の中にも宮の宿船着き場風景が描かれており、当時の船の発着の様子を知ることができます。海路を嫌う旅人はこの宮宿から鞘街道を歩き6里離れた鞘宿まで進み、そこから木曽川を川船で三里下って桑名に渡りました。この三味の渡しは鞘の渡しとも呼ばれました。さてここからは電車を使って桑名まで移動します。移動途中には愛知県一宮市にある増田神社に立ち寄ります。この神社にはお守りを返納しに行きます。一旦北上してから再度名古屋まで戻り、そこから西に向かって桑名に向かうルートを取ります。ということで神宮前駅から乗車するため熱田神宮に向かいます。名古屋の中心部に深い森に包まれた神聖な場所があります。それが1900年以上の歴史を誇る熱田神宮です。御祭神は天照大神の霊を祝すとされる草薙の御剣三種の神器の一つとして
古くから国家の平安と繁栄を祈る中心であり続けてきました。創建の由来は大和武尊命にあります。その后、宮津姫芽衣が命の死を悼み、草薙の剣を祀ったことが始まりと伝えられています。都会ながらも9万坪という広大な敷地でもあるため、境内はまさに静寂と緑に包まれた別世界となっています。樹齢1000年を超える大楠がそびえ立ち、古からの信仰を今に伝えています。戦国時代には織田信長が桶狭間出陣前に戦勝祈願を行い見事勝利。以来勝負運の神社としても広く知られるようになりました。今もなお初詣や厄除け人生の節目で多くの人が訪れます。名古屋を訪れた際には足を運ぶことをお勧めしたくなるパワースポットです。名鉄名古屋本線に乗って神宮前駅から名鉄一宮駅まで移動しました。この通りの目の前の奥に鳥居が見えてきました。愛知県一宮市の中心に荘厳な佇まいを見せる増田神社です。尾張の国一宮として古くから地域の信仰を集めてきた神社です。ご祭神は浜の穂の明かりの命と天照大神の孫にあたり、農耕や殖産の神として崇敬されています。創建は古代5世紀とも6世紀とも伝えられ、尾張の発展とともに歩んできました。平安時代には延喜式にも名を連ね、戦国時代には織田信長、徳川家康らの保護も受けています。境内には立派な楼門と拝殿が並び、雅な雰囲気に包まれています。春には灯火祭が催され、平安装束をまとった行列が市街地を練り歩く姿は一宮の春の風物詩です。増田神社は地域の心の拠り所であると同時に歴史と文化を感じる場で、一宮の名の由来ともなった神社となります。宮宿は熱田神宮の門前町として、そして桑名へ渡る海の玄関口として東海道随一のにぎわいを誇った宿場でした。今もなおその歴史の重みと信仰の深さを感じられる場所です。東海道線の尾張一宮駅から名古屋駅で関西本線に乗り換え桑名駅に向かいます。電車では木曽川、長良川、揖斐川を鉄橋で一気に渡り、名古屋駅から桑名までもあっという間に着いてしまいます。次は桑名宿となります。桑名宿は現在の三重県桑名市に位置し、日本橋から約375キロ離れた42番目の宿場町となります。桑名宿は木曽三川、木曽川、揖斐川、長良川河口部にあり、南は伊勢湾に接していたため港湾都市として大きく発展しました。宮宿の対岸で伊勢参りの玄関口でもあり、旅人で大いににぎわった旅籠120軒は宮に続いて東海道で2番目の多さを誇りました。桑名宿に和本陣は2軒で脇本陣は4軒ありました。桑名に入りましたので愛知県は終了し、三重県に入りました。熱田宮の渡しから海上七里を船に乗り桑名の渡しに着いたことから七里の渡しと呼ばれています。ここにある大鳥居はこれより伊勢路に入ることから伊勢の国一の鳥居と称され、伊勢神宮の遷宮ごとに建て替えられています。伊勢神宮で使用されていた鳥居を使用しています。ここに建てられる時点ですでに40年活用されているものとなります。伊勢神宮の宇治橋外側の鳥居が20年に一度の式年遷宮ごとに桑名市の七里の渡し場跡に運ばれ建て替えられます。この宇治橋の鳥居はさらに20年前の式年遷宮で外宮正殿の胸持ち柱として使われていた用材で建てられており、由緒あるものとなります。ちなみに宇治橋内側の鳥居は西の入り碑である関の追分亀山市関町で同様に建て替えられ、こちらは内宮正殿の胸持ち柱として使われていました。渡し船で桑名に到着すると最初に目に飛び込んでくるのが桑名城の万竜櫓です。海上の名城と称えられる桑名城に設けられた51の炉のうちの一つです。万竜とは天に昇る前のうずくまった状態の竜のこととなります。守護神として設置したと思われます。実際には七里の渡しに入ってくる船の監視などの役割を果たしていました。2003年平成15年に水門統合管理所を建造するにあたって外観復元されました。三の丸堀から南側を眺めた映像ですが、左側に見える柿庵吉野丸本店の裏手に桑名城の本丸跡があります。桜も咲いていて今はのどかな景色となっています。中橋を渡って旧東海道に戻ります。この中橋の両側に見える石垣は桑名城の石垣で、
七里の渡しの水門から南大手橋までのおよそ500メートル続いています。この石垣は南積みで野面積みと打ち込み萩の2つの方法で積まれています。渡る先に青銅の鳥居が見えてきます。桑名奏者の日本随一の青銅鳥居で、高さ7メートル幅6メートルと荘厳な姿です。桑名奏者門前には1704年宝永元年創業の老舗和菓子店である虎屋まんじゅう本店があります。中でも薄皮で中に小豆のこしあんが入っている虎屋まんじゅうは江戸時代から桑名宿の名物として武士や町人に親しまれてきました。1個から購入可なので2個購入しました。ホテルで食したいと思います。再度旧東海道に戻り先に進みます。左手が開けてまた外堀の石垣が見えてきました。他にも何かあります。ここは歴史を語る公園とのことです。桑名は東海道中第2位の宿数を誇り、一の鳥居を擁する伊勢路の玄関口としてにぎわっていました。このような史実に着目し、江戸の日本橋から京都の三条大橋に至る東海道53次をモチーフにして作られたのがこの公園だそうです。道中をイメージした道しるべや案内板などが設置されています。では一足お先に三条大橋まで行ってみます。スタートの日本橋、沼津および富士山も通過しています。右側に鳥居がありましたが、何の鳥居でしょう。宮桑名の石柱を通過します。この門は何でしょうか。日長の追い分けの鳥居でしょうか。亀山関の石碑も通過して三条大橋に到着です。南大手橋から西に進みます。京町の西端に京町門があり、その南側に番所があって、ここを京町見附といい旅人を監視していました。東海道の石碑があるので左方面へ進路を取り、南へと進路を進みます。桑名城下を通る東海道の見附として四谷門が建てられ、門の南側に桑名藩の役人が詰めている番所が建てられました。四谷門は別名を七津屋門とも梶町門とも呼ばれます。東海道はこの門を巡り四角型の3点を回り、いわゆる枡形道路となっていました。諸大名の行列はこの門の前後から本行列に整えて桑名城下を通りました。当時はここはまっすぐの道はなかったのだと思います。ぐるっと回って先ほどの場所が見えます。進路は東方向となります。右折の案内の石碑です。南に進路を変更します。県道401号線に当たるので、これを越えてさらに南に進みます。少し左に横断歩道があります。消防署を過ぎたところにある日清小学校南交差点を右折して西方面へ進路を取ります。この道をまっすぐ突き当たりまで進めば本日のゴール、八田立場跡です。日の見櫓が目印となります。江戸時代の八田町は東海道の立場跡でした。福江町へ曲がる角には日の見櫓もありました。現在の日の見櫓は平成3年に再建したものだそうです。福江町も八田立場の続きで茶店や宿屋が多くありました。福江町の南端は桑名宿の入り口にあたるので、旅人を引き止めるために宿屋の人たちが集まっている宿引き小屋がありました。本日のゴールである八田立場跡に着きました。本日はここ八田立場跡までとなります。今日の宿泊先は桑名駅の近くにあるステーションホテル桑名に予約することができました。八田立場跡からも歩いて10分程度の距離と近い場所で助かりました。ホテルで食べた虎屋まんじゅうです。皮が薄くあんが詰まったおまんじゅうです。こしあんも甘すぎずちょうど良い加減で美味しかったです。本日もここまでご視聴いただきありがとうございます。